崩壊スターレールコラボ実施、崩壊サードバージョン 7.9 予告まとめ。こんにちは、コバトーンです。いよいよ崩壊スターレールコラボです。注目の花火が登場するコラボイベントが実施されるバージョンの予告番組がありましたので、本編ネタバレ抜きで紹介します。特に今回はスターレールから崩壊サードを始めてくれる人も多いと思うので、そんな人にもわかるように補足しつつお伝えしますね。では早速行ってみましょう。新キャラ花火洗面役者実装。まずは何といっても新キャラですよね。崩壊スターレールでもおなじみ、花火が崩壊サードキャラとして実装されます。洗面役者っていうのは崩壊サードでキャラごとにつく装甲名ってやつです。スターレールでも炭鉱と炭鉱陰月がいるみたいに、同一キャラでも装備や覚醒によって別キャラ扱いになったりする世界観なんですね。そのため肩書きみたいなものがつきます。そんなに深い意味はないので安心してください。花火は炎属性キャラで、自分が前に出ることもできたり仲間をサポートすることもできたりするキャラです。花火は通常時、一人芝居、夢を泳ぐ魚という2つのモードを自由に切り替えながら戦うそうです。戦いながら KP ゲージを貯めることで敵に花火を投げる攻撃や金魚に乗る攻撃ができるらしい。さらに攻撃を当てていくことで仮面カウントというポイントを使って特殊な分岐攻撃が出せるそうです。細かい仕様は出てみないと分かりませんが、結構面白そうですよね。さらに必殺技ではおなじみスターレイルの画面が出ます。この状態から自分をバフするのか仲間をバフするのか選べるみたいで、自分を選んだ場合、敵の重ね合わせというシールドを破壊して大量の炎ダメージを与えます。仲間を選んだ場合、サポーターとして仲間を強化するような使い方ができるみたいですね。状況や敵の属性に合わせて自分でアタッカーもできるしサポーターもできるみたいな多彩なキャラに仕上がっている雰囲気でした。モチーフ武器やヨーヨー型の駆動コアというジャンルの武器種です。この武器は基本的にそのまま使われることが少なくて、ヨーヨーが何かしらの形態に変化して使われるみたいな設定になることが多い武器ですね。ちゃんとヨーヨーしてるのはセナディアちゃんっていう子だけです。花火の場合はリボルバーになっている設定らしい。ヨーヨーとは何なのかはい、その武器の名前が飛遊星ですね。崩壊サードでは超弦という武器の特殊強化を行うことでさらに性能を上げることができます。それが飛遊星エソラゴと、装備していると敵の重ね合わせというシールドみたいな状態を必殺技発動時にさらに一重破壊できるようになるらしいです。結構便利で重宝すると思いますね。さらに花火用の聖魂も発表されました。聖魂とは崩壊スターレールでいうところの異物、原神でいうところの聖異物です。崩壊サードではキャラクターのモチーフ聖異物みたいな感じで専用聖魂があるんですね。わかりやすく花火が描かれている3種類が実装されるので、花火を引く人はぜひ集めたいところ。なおモチーフ聖魂があるかどうかで結構火力が変わります。聖異物みたいに決まったスロットに決まった種類のものしか装備できないので、3種類を1枚ずつ確保できるとベストです。最近は新キャラが来たら3枚のうち1枚を自由に選べるボックスが配布されるので、ガチャで2枚確保して持っていないものを交換するのがおすすめです。ガチャの仕様について、崩壊サードのガチャはスターレールと同じようにピックアップと向上があります。花火はピックアップで排出されるはずです。崩壊サードではなんとすり抜けがありません。右上に表示されている残りカウント分引けば必ず天井に当たりピックアップキャラが絶対に出ます。キャラガチャの天井は90回、武器ガチャの天井は60回です。なので運が悪くても合わせて150回回せれば武器とキャラは揃います。なお聖魂は武器ガチャと同じガチャから排出される仕組みです。聖魂には天井がないので下手をするとずっと出ないこともたまにあります。ただ先ほどもお伝えしたように聖魂が1枚選べるボックスがもらえるほか、素材を集めて製造することもできます。ちょっと手間はかかりますが、イベントなどをちゃんとプレイすれば揃えられるはず。なので武器ガチャは武器の方をとにかく開催期間中に引いておきたい度合いが高いです。コラボキャラは復刻するのか。最近よくいただく質問で、コラボキャラのガチャはもう一回やってくるのかというものがあります。結論から言うと何とも言えません。崩壊サードでは大きなコラボが過去に2回ありました。一つが原神コラボで、もう一つがエヴァンゲリオンコラボです。原神コラボの際にはピックアップキャラとしてフィッシュルが登場しました。フィッシュルはコラボ期間が終わった現在でも獲得することができるようになっているキャラクターで、たまにガチャも開催されていますね。一方エヴァンゲリオンコラボに登場したアスカは現在引くことができません。コラボ期間が終わってから復刻は一度もありませんでしたね。おそらく自社キャラクターなのか他社キャラクターなのかという違いだとは思うのですが、過去のパターンが2つあるのでどちらになるのかはちょっと分かりません。
とはいえ花火は自社キャラクターですので、今後も定期的にピックアップガチャがあるのではないかなとは思います。しかし前例があまりないので、絶対欲しい人は今回のコラボイベント中に引くようにするといいでしょう。コラボイベント、崩壊愚者カード開。今回のコラボイベントでは、なんと崩壊スターレイルの世界を歩き回ることができます。聖館のいろいろな場所を巡りながら世界を元に戻すイベントらしくて、予告番組内では宇宙ステーションヘルタ、泉州ラフ、ベロブルグなどの地形が再現されたミニマップを歩き回る様子が公開されていました。崩壊シリーズには似た見た目のキャラクターがいっぱい登場しますが、今回のイベントでは様々なキャラクターが登場して誰が誰だかわからなくなるような内容になるらしいです。めっちゃ楽しみですね。ゲームシステムとしてはマップを歩くほか愚者カードというものがあり、手札とフィールドを合わせていくようなルールのカードゲームになっているみたいですね。他のプレイヤーと戦うこともできるらしい。さらにイベントをプレイすることで花火の新衣装、虚構遊戯が手に入ります。普段とは全然違う雰囲気の衣装になるので、ぜひ手に入れておきたいですよね。メインストーリー更新と新コンテンツ。花火関連の情報は一旦これくらいにして、他の情報にも触れていきましょう。アップデートということで、当然メインストーリーも更新されます。ネタバレ防止のために内容には触れませんが、実装される新コンテンツがメインストーリーのサブコンテンツ的な立ち位置で実装されると予想されます。イベント名は発掘、追跡、大勝利で、現在のバージョンでも実装されていたスゴロクイベントのリニューアル版みたいな内容みたいですね。不動産を買ってレベルを上げて金貨を稼ぐものみたいです。今回からはバトルコンテンツが省かれたらしいので、サクサクとスゴロクを回して遊べる感じになっている雰囲気が感じられました。今回のバージョンと同じような仕様だった場合、メインストーリーをクリアしていないとプレイできない可能性があるので、頭の隅に覚えておきましょう。テーマイベント、ファニーカードクラブ。そこそこ大きめなイベントとしてモンスターを戦わせるファニーカードクラブというイベントが開催されます。崩壊サードに登場する敵キャラクターやロボットなどを配置してオート戦闘させるコンテンツですね。以前にも実装されていたことがあるので、長くプレイしている人は知っているかもしれません。こちらも別のプレイヤーと対戦することができるような仕組みになっているらしいので、そこは今までにない試みですね。人の律者エリシア配布イベント。なんと今回のイベントでは超人気キャラのエリシアが配布されます。花が舞う頃というイベントを進めることで交換できる形式みたいですね。詳細は語られませんでしたが、おそらく過去のイベントから想像するに、今回のバージョンで開催されるメインストーリーやイベントをこなすことで貯められるポイントでキャラ交換できる仕組みだと思います。だいたいいつもの感じだとメインストーリークリアで1ポイント、コラボイベントクリアで1ポイントみたいな感じで、それぞれのコンテンツを完了するとポイントを貯めることができ、それを4つ集めるとキャラと交換できる感じだと思います。選択肢は比較的緩めで、6つぐらいあるコンテンツの中の4つをこなせば大体手に入ります。とにかく人気キャラクターの上に可愛いし強いので、ぜひ手に入れておきましょう。もしこれからメインストーリーをやるのであれば、後々手に入れていて本当に良かったと思えるはずなので、強くおすすめします。強くおすすめします。システム改善。今回のバージョンよりウォーフロンティアが一括完了の対象に入ります。現在もチケットを使って一括完了させられるイベントではありますが、それと同じチケットを使ってプレイせずにクリアすることが可能になります。武器を強化する際に重宝する素材などが手に入るイベントなので、とってもありがたいですね。チケットに関してはメインストーリーやイベント、デイリーコンテンツなどを地道にやっていれば勝手に貯まるものです。なので特別課金する必要などはないので安心してください。その他特典など、他の細々した情報をまとめてお伝えします。今回もログインボーナスが開催。ガチャチケットが配布されるほか、花火の人形がもらえるみたいです。花火ファンの人はぜひもらっておきましょう。累計チャージも実施されます。これはガチャを回したりすると二次的に貯められるポイントを使って交換できるサービスです。武器を強化できるチケットやキャラクターの凸を進められるアイテム、その他ガチャ券などがもらえるので、ガチャを回す予定の人はこちらもしっかりと回収しておくといいでしょう。Twitch ライブ配信応援キャンペーンが実施されます。期間中に崩壊サードを Twitch 上でライブ配信するとガチャ石などの特典がもらえるみたいです。条件や詳細などは今後発表されるらしいので情報を待ちましょう。ちなみに配信者さんじゃなくても参加できるような仕組みらしいのでチャレンジしてみるといいのではないでしょうか。デンファミからインタビュー系の何かしらが出るっぽい。デンファミとライターさんが対談したらしいので近日中に何か出るみたいですね。今回は人気キャラの花火が参加していることもあるので、個人的な予想ですが、花火が表紙になっているファミ通の特別版みたいなものがひょっとしたら出るのかもしれません。期待して待ちましょう。衝撃のドンキホーテコラボ。なんとドンキホーテとコラボするらしいです。内容はわかりませんが、一部店舗で実施らしいので、対象店舗などの発表を待ちましょう。うちの近所のドンキが対象になっていることを祈るばかりです。
ビンゴゲームが開催。年末にはビンゴゲームがあるらしいです。いつも開催しているものに近いものだと思うので、デイリーコンテンツなどをこなして手に入れたポイントを使ってマスを開けていくタイプのビンゴだと思います。かなりライトなイベントなので、片手間でサクサクっとこなしておくといいでしょう。まとめ、いかがだったでしょうか。とにかく今回は花火が注目ポイントですよね。初の崩壊スターレイルコラボということもあり、内容がどんな話になってくるのかもめちゃめちゃ楽しみなところでもあります。ぜひ一緒にバージョン 7.9 を楽しんでいきましょう。それでは今回の情報もあなたが崩壊シリーズを楽しむための一助として参考まで。